本所七不思議送り提灯。春といえどもいまだに肌寒い空。雨の降るおぼろ月の夜、月も西に沈み、人の往来も絶え、襟元にぞっと身にしみる風が吹いている。かすかに聞こえる法音寺の鐘の音は、寂しさを一層募らせている。出村町の深いぬかるみに足を取られぬよう、高下駄を履いたほろ酔い気分で千鳥足の種木がいた。お供の者がブルブルと震えて、旦那様、なんだか寂しゅうございます。と言うと、主人は笑って、おお、何しろこの辺りは、狐や狸がおるところだからな。などと話しながら歩いて行く先に、パッと提灯の火が灯るのが見えた。それを頼りに近づけば、たちまちパッとかき消えて、真っ暗闇になった。そしてまたも目前にパッと火が灯る。これが道案内をする送り提灯だという。本所七不思議送り表紙儀。四方を照らす津軽家の辻庵堂も薄暗く、20日亥日の月も竹をつくような雨がザーザーと降り隠れている。悟りを喜ぶように鳴り響いた鐘の音が夜更けの入りを知らせた入江町。客引きの遊女や蕎麦屋、燗酒屋、あんかけ屋の塩梅の良い声ももう聞こえないほどに夜が更けて、人気も絶えた割下水のところでは、と声高に掛け声が上がっている。提灯の明かりを濡らして消さないように、誰とも知れない山割りが提灯をカッパの袖に押し隠し、拍子木をカチカチと鳴らして歩き出したその途端、自分のものではない拍子木の音がカチカチとなった。これが送り拍子木だという。本所七不思議足洗い屋敷。嘘か本当か本所三笠町。幕府の旗本美濃笠之助の屋敷に一つ不思議なことが起こった。
草木も眠る牛蜜時、とても生臭い風が吹いたかと思うと、屋敷が音を立てて激しく揺れた。そして座敷の天井を凄まじい音を立て、メリメリと突き破り、血に染まった男の足が現れた。屋敷ではそれを洗うのが毎夜の務めとなっていた。腰元や下女が怠けていささか適当に洗うことがあれば、ますます屋敷が音を立て激しく揺れた。今は屋敷の主の悩みの種になり、同僚の設楽に事の経緯を話した。そしてしまいに同僚と屋敷を交換した。その後は怪しい怪異が起こらなくなったという。本所七不思議、置いてけぼり。雨が降ったり止んだりする薄曇りの日。こういう日こそ結局大漁になると釣り人たちがそう言い合わせたわけでもないのに、ここかしこに竿を下ろして釣りをしている。さらに夢中になっているうちに、早くもカラスが鳴き、日も西に沈んで人気もなくなってしまった。そろそろ家に帰ろうとすると、不思議なことに堀の方から声が聞こえてくる。置いてけ。これはまさに心の迷いだと無視していこうとすると、足がすくんで動かない。釣った魚はいつの間にかなくなって、殻のびくを下げたままなんとか家にたどり着く。あるいは堀に落ちるものもあるという。どちらにせよ魚を釣ったとしても置いていく羽目になるのだという。本所七不思議、明かりなしそば。北斗七星が光り輝く肌まで凍るような冬の夜に、観念仏を唱える声が寂しさを誘う。夜の嵐の冷たさはぞっと身にしみ、行き交う人も少なくなった。割下水の橋の上から杖をついた盲人の哀れな声が聞こえてくる。あんま
全身もんで16問。そしてこれも28と太い文字で手打ちそば、うどんと書かれているあんどんにはいつも火の灯っていないところがある。灯してもすぐに消す者がいるようだが、あんどんの皿に油がさしてある気配もないらしい。誰かのいたずらなのかもわからない。無理やり明かりをつけると火が消えるだけでは済まず、明かりをつけた者の家に災いが起こると語り伝えられている。これが明かりなしそば屋だという。本所七不思議。片刃の足。回向院で経を読む声が無常を告げる午後6時過ぎ。顔も心もよこしまな横網町の留蔵というならず者がいた。亀沢町のおよしという未亡人の長女お駒に惚れて口説いていたが相手にされず、恋に狂った留蔵の心も暗闇に紛れ、暗闇を逃げるお駒を後ろから恨みを込めて切りつけた。お駒は片手片足を切り落とされ息絶えた。そして留蔵はお駒の死骸を細い水路に蹴り落とした。それからというもの、その溝から生える足は片刃となり生い茂るようになったと今に伝わる本所七不思議の一つ、片刃の足の語り草である。本所七不思議。たぬき林。よく実った長い穂を見て、たぬきも勇んで腹包みを打っている。神楽林に誘い出され、舞夜のように聞こえてくる太鼓の音。あるいは近く、または遠く、どこからともなく聞こえてくる、その面白い音につられて、どこだどこだとついあちこち尋ね歩く。そして疲れ果て家に帰り、わけがわからずどっと倒れ込んだ。カラスが耳元で鳴く声で目覚めてみると、不思議なことにそこは我が家ではなく、梅雨の滴る
カッパ干し場の広場で肘を枕に高いびきで眠っていた。ああ、我ながら情けない。化かされた。と後悔した。これこそ世に言うバカ林である。この本所の荒野には今でもそんなことが起こるという。